空が青いなはい、おはようございます。今日は5月22日金曜日でございます。ということでね、今日も、雨でございます。はい、結構なんですかね、なんつうんですかね、雨がですね結構激しくてですね、なんか土砂降り的な感じで降ってました。はい。で今は多少止んだというか小雨なんですが、午前中ぐらいでだいたい止むかなみたいな感じなんですけどね、どうなんでしょう、分かりません。はい。ということでね、今日も頑張ってまいりますけれども、皆さんね、メンタルが弱いって人が結構いると思うんですよ。そういう言われ方をねされる方が結構いると思うんですけども、メンタルが弱いから鍛えなきゃみたいな感じでね、いう方がいらっしゃるんですけど、メンタルを鍛えるためにはですね、メンタルだけ鍛えてもですねなかなかメンタルは強くなりません。はい。じゃあ何が必要かというとですね、結局経験値を増やすしかないんですよ。はい。メンタルというのは結局何か自分が想定していること以外のことが起きたときになんですかね、落ち込んでしまったり、自分の不甲斐なさを感じてしまったりということがメンタルが弱いということだと思うんですよね。はい。ですが、結局それはですね、経験値を積むことによって、ある程度年齢がね重ねてくると、メンタルも、強くなるし、別の言い方するとずぶとくなるわけですよ。はい。ところがですね、若いうちでも、メンタルを強くすることもできますし、また、ある程度年齢がいったとしてもですね、メンタルが弱い方もいらっしゃいます。はい。それは何かというと、やはり経験値なんですね。で、経験値って何かというと、自分でやったことないことをやることが経験値だと思ってるかもしれませんが、私の場合もね、便利屋としていろいろ経験値を積んでるわけでございますが、対面、人と、の経験値っていうのが一番大きいわけでございますよ。人間にはいろいろいろんな人がいらっしゃいますんでね、10人十色なんて言いますけど、10人揃うと、10人それぞれ違う考え方、性格、が持ってますので、10人毎日同じ毎年同じメンバーで、仕事してたり、集まったりすると、それじゃない その人たちじゃない人と出会った時に急にメンタルをやられちゃったりするわけですね。はい。ですので、毎日新しい人と出会ってたり、新しい方から仕事をいただいたり、新しい人とお友達になったりしてる人はですね、やはり人間つないろんな人がいるんだなっていうことで、経験値が上がってきますんで、そういう人に対して、対応ができると、そうするとメンタルが強くなると、そういうことでございます。例えばですね、非常に几帳面な方が、お客さんで私に仕事を依頼してきたとします。はい。そうするとですね、細けえなとかって、自分は大雑把な人間なんで思っちゃいますよね。はい。ただこのお客さんは几帳面な方なんで、几帳面に対応しなきゃいけないなっていう風に考えられるわけですね。はい。自分基準ではなくお客さん基準に、対応すると、そういうのがどんどんメンタルが強くなっていくということでございまして、皆さんね、メンタルは鍛えても強くなりませんので、はい。経験値を上げるしかないということでございました。ということで本日もよろしくお願いします。人血はい。それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。
米のピータンのね、巣がですね、何者かに襲われました。見たこといません。どこ行っちゃったんでしょうか。でございます。ドローン。はい、ということでね、英語からうつらぼの方に戻ってまいりまして、今日も雨でございます。はい、結構降っております。ということでね、今日はですね、久々に、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドということで、いよいよですね、ビニールハウスも出来上がりまして、そして苗の棚、ガターというらしいですけれども、ガターも出来上がりまして、そしてね、溶液点滴システムというね、ちょろちょろ、溶液をね、注入する、ハード面もほぼ出来上がりましたんで、今日はねその溶液を、点滴する、プログラムですね、はい、コンピューターラズベリーパイの方から、例えば1日朝何時に、1分間だけ、注入するとか、あと温度を見て30度以上だったら、1日に3回、注入するとか、そういうね、プログラムを今日はこちら室内でね、プログラミングしていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、それではね、まずですね、久々にね、こちらラズベリーパイね、はい、こちらで、プログラムしていきたいんですが、これがねセンサー、温度センサー、そしてこれがフロート、電磁弁フロートスイッチでリレーで今刺さったんですけど、今度こちらが溶液のね、肥料、液体肥料を、点滴注入するための、12ボルト、ダイヤフラムポンプで、これがリレー、そして、電源ですね。はい、ということでこのリレーをこのラズベリーパイに挿しまして、そしてやっていくんですが、なんと今回はですね、直接ラズベリーパイを今までキーボードで操作したんですけども、このですね、チャット GPT を使いましてですね、オープン AI がサービスしている、コーデックスっていうね、プログラムのコードをですね、自動で書いてくれる、今回はコーデックスを使いまして、まず、基本的にチャット GPT で、こういう操作をしたいんだけどもっていうプロンプトを書いてもらって、それをコーデックスに、投げ込むとですね、コーデックスが、もう自動でプログラムコードを書いてくれて、しかも、ラズベリーパイの、コードを書き換えてくれると。同じ Wi-Fi ネットワーク上であると、もうラズベリーパイの制御をこちらで、ネットワークで、書き換えられると、そういうような、便利な機能をちょっと使ってやろうと思っております。で、そうすると何がメリットになるかっていうと、今までラズベリーパイを直接叩いてたんですけど、プログラムね、叩いてたんですけども、ノードレッドっていうのをね、立ち上げてたんですけど、やっぱり遅いわけですよ。こんなちっちゃいコンピューターなんで、いろいろやると、遅いと。それと、いろいろね、プログラムしてって、途中でいじるとですね、また元に戻してって言ってもなかなか元に戻せないと、そういうね、状況で、今まで結構ジタバタしてたんですけど、今回はちょっとこのコーデックスっていうね、アプリを使いまして、チャット GPT を使いまして、はい、そしてね、もうこちらがWindows 911の、パソコン上で遠隔で操作ができるというのにチャレンジしていこうと思います。ということで、
はい、そしたらね、これが、ラズパイ側のピン番号なんですけど、この黒い部分ね、が、16番、16番にだっけ ?23。16番が、16番に、こいつをね、刺します。よいしょ。よいしょ。で、これがね、よく見えないんですよ。だから、虫眼鏡を使いまして、1、2、出た。1、2、3、4、だから16番だ。はい、じゃあね、こちら電磁ポンプの方の、ラズベリーパイ側を接続いたしまして、リレーがね、動き始めたということでございますんで、今度電磁ポンプ側の電源を入れます。はい、でこれでね、制御かけて、ブブブってなれば動くということですんで、やっていきます。はい、そしたらね、今までね、昔、テストでね、このノードレッドっていうのを使って、LED の点灯試験やったり、温度データを取得したり、LINE に通知したり、LINE から制御したりっていうね、こういうフローが何個かあったんですけど、ちょっとこれをね、全部ね、一旦やり直しますんで、チャット GPT に聞いたら、もうこのフローの名前をね、ちょっと、きちんと分かりやすいように書き換えて、そして、メモって、こういう感じでね、フロー1 LED テスト、フロー2は温度テストってね、テストデータを一応この、00はテスト LED99 か99テストテンプラリー、04 LINE、店舗通知みたいな感じでね、名前を変えて、保存しとくようにということで、今このようにチャット GPT に、名前を変更しましたよということで、報告しました。はい、そうするとね、次にコーデックスへの依頼ということでありがとうございます。次は、実用向け、GPIO 設計を提案してくださいということで、条件として現在使用しているのが、センサーですね。と温度センサー5個、フロートセンサー2個、電磁弁1個、あと 12V 点滴ポンプ1個、LINE 通知、そしてノードレッドのダッシュボード、将来追加予定は EC センサー、CO2 センサー、温湿度計、温湿度、日射、水温、流量計でやってほしいことは、推奨 GPIO 割当表、BCM 番号、物理ピン番号、用途、テスト本番分類、などなどですね、今回は提案のみということで、変更、ディプロイ禁止ということで、はい、もう一回ね、投げかけていきたいと思います。はい、じゃあね、いよいよ、このポンプのね、まずテストの、プログラムをね、今、コーデックスの方に作ってということで、お願いしました。で、実際このノードレッドの、プログラムにはまだね、彼が作ったやつは入ってないんですけど、今回ここに入れてっていうことで指示しましたんで、多分ここに出てくると思います。ということで、やると、ということでね、こちらがね、99テストポンプということで、コーデックスがね、勝手にこのプログラムを書いてくれました。で、一応ね、これでポンプオンって押すと、はい、このようにね、リレーが働いてポンプが動くと。
で、一応安全防止のため3秒で一応ね、切れるようになりました。ということで、テスト完了ということになります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、なんかいろいろやってましたら、もう夕方になってしまいました。はい、とりあえずね、ポンプをテスト的にね動かす、プログラムは出来上がりましたんで、これからね、ちょっと、夜LINE から、ポンプをね動かしたり止めたりする方法と、あとタイマーでね、動かせる方法をやりまして実装をね実際、ビニールハウスにねセットさせていただきたいと次回ね思います。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、いやー楽しいですね。ほんとね、もう AI 様々でございますよ。ということでありがとうございました。人月